ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、今回も興味深い生物の情報をお届けするぜ。今日の題材はこちらね。でかすぎんだろ。巨大すぎてヤバい寄生虫5000。うへぇ？今日は寄生虫の話か。あれ、でもいつもと違う？いつもみたいに寄生虫の自己事例の紹介じゃないの？今回は事例の紹介ではなく、寄生虫自体の紹介をするつもりだぜ。世の中には何かに寄生して生きる生物は数多くいる。その中でも驚くほどにでかい寄生虫を集めてみたぜ。でかい寄生虫。この言葉を聞くだけで鳥肌が立つんですけど。一体、どんな生き物が出てくるんだか。想像もつかない、つうか想像したくない。こればかりは見てもらうしかないな。見れば度肝を抜かれるような素晴らしい子たちばかりだ。あ、そうそう。今回は人によってはきつい写真も紹介するので注意してくれよな。待って、さりげなくなんて言ったあんた。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。この子はタイノエといって、ワラジムシ目ウオノエジョウかウオノエ科に属する節足動物の一種だぜ。もう気持ち悪さマックス。なんか魚の口に入ってる。しかも2匹も。つうかこっちみんな。仲良さそうに一緒に寄生していて微笑ましいよな。どんな感性してんのよあんた。今日はガチでヤバそうね。この化け物っぽいやつ、タイノエだっけ？ウオノエか？ウオノエってどっかで聞いたことあるわね。以前紹介したウオノシラミ属の子もこの子と同じウオノエジョウ科に属す子で、非常に遠い親戚となるな。そうよ、こいつよ。この前も思い出されたサーモンっぽいやつ。確か、ウオノエって魚に寄生する生き物なのよね？その通りだぜ。ウオノエ科は魚の寄生虫の科の一つであり、漢字で書くとウオノエとなる。魚の餌？ウオノエ科の生物は魚のエラや体表面にへばりつく子がいて、この子のように口内に入り込んで寄生する子もいるんだ。口の中に入って、魚の餌のようだからウオノエなんだぜ。なるほどね。でも、寄生しているってことは食われているのは魚の方と、なかなかに皮肉が効いた名前だわ。では、そのウオノエ科の生物の中でも代表的な生物であるこの子、タイノエを紹介するぜ。まずはこの子を取り出してみようか。こいつ、やっぱり気持ち悪い見た目。このようにこの子の見た目はダンゴムシやフナムシなどに近いものとなっていて、体色は真っ白であることがほとんどだ。体長としては約2から4センチメートルとなり、オスよりもメスの方が大きいぜ。察しがいい方ならすでに気づいているかもだが、この子は魚の体に寄生する子として知られているんだ。体に寄生。だから、タイノエって名前なの？漢字で書くとタイノエ。諸説あるが、釣られたタイの口の中にいたこの子を、釣りの餌に見間違えたことからタイノエと名付けたんだとか。ウオノエの語源と同じなのね。この子の生態としてはタイに寄生して暮らす、というもののみだ。なぜかといえば、一生をこの子はタイの口の中で暮らすため、生息地云々の話ができないからだな。幼少期にこの子はタイのエラから口内に侵入し、下に取り付くと吸血して栄養分を吸い取って少しずつ成長していく。こんな足を持っていて、タイの体内にがっしりとしがみついて離れないんだぜ。これはきつい。きつすぎる絵面。裏も表も嫌悪感がすごすぎる。こんなのに寄生されるタイもたまったものじゃないでしょうね。タイ自身はおそらく気づいていないか、気づいていてもどうしようもないので放っておいているんだろうけどな。さておき、この子はじっとタイの口の中で、タイから養分を吸い続けていくぜ。やがて、吸われたタイの舌は壊死してしまうという。それでも、この子はその後も舌があった位置に居座り続けるんだ。いつか、誰かが来ることを死ぬまで待ってな。誰かが、来ることを？つがいとなってくれる同種の子を待っているんだぜ。この子は特殊な生態を持っていて、誰にも会っていない状態ではまだ性別がないんだ。性別がない？何それ？ざっくり話すと状況に応じて性別を決められるんだぜ。この子はタイに寄生する。そして後から同じようにやってきたタイノエと出会う。そうすると、先にタイに寄生していた子はメスに性転換して、後からやってきた子はオスに性転換するんだ。二人は晴れてつがいとなり、子供を作る。子供たちは少し大きくなると新しい宿主を探す旅に出るぜ。そして残ったつがいは宿主が死ぬまでずっと一緒にいて、宿主と共に死ぬんだぜ。何その生態。すごい独特な生き方しているのね。面白いよな。この独特な生態から、実はこの子は縁起がいい子として扱われることもあるんだぜ。縁起？こんな縁起が悪そうな見た目なのに？つがいで寄生し、宿主が死ぬまで離れることがない。そのため、一生一緒にいられるようにと、結婚式などの祝い事でタイの絵付きのタイが振る舞われていたそうだ。なるほど、そういう捉え方か。言わんとしていることはわかるわね。今では縁起物として扱われるという風習は少なくなったが、現在でも結婚、商売繁盛、出産祝いの席でタイの絵付きのタイが振る舞われることがあるらしいぜ。
へえ、そうなの。結婚式で何も知らずにこいつが振る舞われたら叫ぶ自信があるわ。待った。なんかあたかもこいつが食べられるみたいな話の流れなんだけど、まさか。この子は食べられるぜ。食べるのこいつを？毒なども持たず、無害な子だ。それにエビやカニと少しは近い生物なので、素揚げにすると殻が柔らかくなって、エビのような味がするんだぜ。エビか。なら美味しいのかもしれないわね。いや、見た目で食欲はなくなりそう。ちなみにスーパーなどでタイを丸ごと買うと、口の中にこの子が入っていたりするので、そんな時はタイと一緒に食べてみることをおすすめするぜ。何おすすめしてんだこいつ。つうか、スーパーで買ったタイにもいる可能性あるのね。今後、タイは買うのをやめようかしら。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、ヒルディネラ・ベントリコサを紹介だ。わあ、また気持ち悪い見た目の生き物。なんでそんなやつばっかなのよ。このプリッとした弾力のありそうな体が非常に魅力的だよな。だからどんな完成してんだ。にしても、本当に見ただけでプリッと弾力があるのがわかる見た目よね。英語名だったけど、この謎の物体は一体どんな寄生生物なのよ。この子は変形動物の一種であり、いわゆる吸虫の仲間とされているぜ。吸虫は寄生動物であり、魚類から陸上脊椎動物まで、多くの動物を最終宿主とするものが知られている。人間を宿主とするものには、肺吸虫などが知られているな。吸虫。名前からしてこいつも寄生して宿主の体液を吸ったりしそうね。まさにこの子もそうだぜ。この子の体長は大小様々であまり定まっていない。大きい子では17センチメートル、小さい子では1から2センチメートルほどと環境などによって変わるようだな。体は柔らかく見た目通りの食感を持つ。茶色からピンクがかった色の体色が一般的であり、2つの吸盤を持っていてそれで魚にしがみつくぜ。この子は宿主の胃に侵入した後、胃の内壁に噛みついて血液を接触して栄養を吸収して暮らしていくんだ。胃の中か。想像したらお腹が。こいつは、名前からじゃ何に寄生しているのかはわからないわね。この子は主にカマスサワラに寄生しているぜ。カマスサワラ？サワラの一種かしら？いわゆるサワラとはかなり離れているが、同じサワラ属の魚なのでサワラの仲間とは言えるな。カマスサワラはこんな見た目の子で、英名では和風、ハワイなどではオノと呼ばれているぜ。オノは食用に適するという言葉から来ていて、カマスサワラは食用にされることが多いんだ。へえ、美味しそうかも。名前に付けられるくらいだ、非常に美味しい子だぜ。だが、念のため忠告しておくと、カマスサワラにはヒルディネラ・ベントリコサが寄生していることがあるぜ。はい、ですよね。カマスサワラは非常に大きく、そして個体数も多い。そのため、食用としてだけじゃなく、寄生先の宿主としても非常に適していると言えるぜ。つまるところ、私たち人間もこいつも、同じようにカマスサワラを食い物にしているのか。あと、この子は他の生物にも寄生することがあるようだ。例えば、プエルトリコのラパルグエラ沖で採集された13頭のイルカの体内を調べたところ、5体のイルカにこのヒルディネラ・ベントリコサが寄生していたという。イルカにも寄生するのね。どうやら大きい生物を好むようだな。この子は寄生する宿主が大きければ大きいほど、自分も大きく成長することができるようだから、それが理由なのかもしれないぜ。まあ、小さい生き物に寄生するよりは大きい方が丈夫でしょうし、宿主には適していそうね。あと、この子の情報としては、どうやら匂いがひどいらしい。臭いの？とある写真家がこの子を撮っているとき、非常に臭かったという証言を残しているくらいだぜ。とはいえ、独特な匂いがするくらいで大丈夫なようだがな。実際、この子を食している人もいるくらいだし、大した匂いじゃないのかもしれない。でもまあ、食べているのが魚の血でしょ？臭そうといえば臭そうだわ。またあんたさりげなくヤバいこと言ってなかった？こいつを食べた人がいるって？食レポしている人もいるぜ。マジかよ。信じられない。下ごしらえに水抜きして冷蔵庫に入れ、それでも24時間は生きたり、血生臭さは取れなかったりと大変なようだが、とにかく洗浄を重ねれば匂いも取れるらしい。そうして生で食べたところ、貝みたいな味や食感だったとのことだぜ。いや、どんだけ努力してんのよ。食べるだけで頑張りすぎでしょ。つうかそこまで頑張らないと食べられないってことでしょ？ということで、この子も無害なようだぜ。海外の資料でも、毒を持っているとか、食中毒になるとかの情報はないのでそれは確かなようだ。なので、食べてみたいというのであれば、止めはしないぜ。もちろん、生は危険なので火を通してから食べてみることをお勧めするぜ。だからあんたは何勧めてんねん。さて、次の紹介に行こうか。この子はヒトヒクバエといって、幼虫時に寄生する羊バエの一種だ。完全に化け物。何これ、人間の指と写ってるのよね。ほとんど同じサイズじゃないの。しかも何それ、顔なの？目と口っぽいところがあるけど顔？凶悪すぎない？
もはや息ができん。感動にむせび泣いているようだな。恐怖で叫び疲れてるのよ。過呼吸起こすわ。さておき、人引くバエの紹介をしようか。この子が属すのは羊バエ科であり、ハエ目に属する科の一つだ。ハエ目の科としては種数が少ない方だが、幼虫が人やその他哺乳類に寄生し、病素症を引き起こすことでよく知られているぜ。そして、この子、人引くバエは我々人間に寄生して病素症を引き起こすことが知られているんだ。人間に寄生？このサイズの虫が？ああ、そうだぜ。この子のライフサイクルはこうだ。まず、卵を持ったメスが媒介者となる生物を捕獲するぜ。媒介者には約40種の蚊、菌バエ、また一種のダニが選ばれることがわかっている。メスはその子たちを捕獲すると卵を産みつけるんだ。そして、無事に接着が完了すると無傷のまま解放するぜ。解放された蚊などの媒介者は、いずれ人間に接触する。この時にこの子たちは人間に寄生するんだ。蚊に振り落とされて人間の皮膚に卵がくっついて、いずれ皮膚に寄生。もしくは蚊の食事中に孵化して、蚊が刺してできた人間の皮膚の穴を使ってそこに寄生することがわかっているぜ。うわぁ、蚊にくっついてくるとか最悪すぎる。そして、宿主の皮下組織内にまんまと入り込んだこの子は、およそ8から12週間ほどかけて成長し、ついには皮膚を破って体の外へ這い出してくるんだ。一般的にはその後、土などの上でさなぎとなって1週間ほど過ごし、成虫となって世界に羽ばたいていくと言われているぜ。なんかすごいいい感じの話みたいに言ってるけど、寄生虫の話よね？しかも人間が寄生されているのよね？おいおい、一部の人にとっては名誉な話なんだぜ。何言ってんだこいつ。何がどう間違えたら寄生されて名誉になると？こんな感じでこの子は美しいハエで、これに寄生されるのは一部の昆虫好きの夢ですと堂々と発信している方もいるんだ。ここまでの虫好き、尊敬に値するぜ。開いた口が塞がらない。Twitter の引用リツイートだけど、引用元の方は英語で思いっきり、どでかい虫に寄生されてパニクってるんだよな。他にはこんな人もいるぜ。ポーランド出身の昆虫学者の方が人引くバエに寄生され、それをあえて放置したという話があるんだ。なんで放置しちゃうかな？彼が寄生させ続けた理由は2つ。1つは、昆虫学者としての好奇心から。もう1つは男性であるがゆえに、自身の体から別の生命体を生み出すという千載一遇の好機を生かしたかったからとのことだ。なんで千載一遇の好機を見出しちゃうかな？彼の自分自身を使った人体実験の結果分かったことはこうだ。幼虫が成長して体の外に出てくるとき、痛みはなかったとのこと。出てくることを知らなければ、気づけないほどのものだったというぜ。また、この子が皮膚の下から外へ出てくるには約40時間ほどかける必要があるらしい。そして、この子が体外から出た後、その穴は48時間以内に塞がって元通りになったとのことだ。へえ、すごい実験結果ね。とりあえず、あんたらがヤバいのは分かったわ。あれ、今日は何の話をしに来てるんだっけ？もちろん、寄生虫の話だぜ。ということで、この子は人間に寄生することで晴れて成虫へと成長できるんだ。ただ、この子は成虫としての寿命は短く、9から12日ほどしか生きられないんだ。この子は成虫になると後期が機能しなくなり、食事を一切取れなくなることが原因のようだぜ。その短い命の間につがいを見つけて交配し、卵を宿し、媒介者を捕まえて卵を取り付け、見送って、一生を終えるんだ。だからなんでいい感じの話みたいに話すのよ。食べられなくて死ぬ、ではなくて、食べる機能を持ってのんびり生きるよりも、全力で子孫を残すために生きるように能力をあえて限定した感じね。ちなみになんだけど、これって寄生されたらどうしたらいいの？放っておいていいわけはないわよね。そうだな。幼虫が運悪く皮膚の下で死ぬと炎症反応を起こしたりと悪い影響はある。よくあるのはワセリンなどを侵入口に塗りつけて窒息死させるという方法だな。こうすることで空気を求めて外に近づいてきて、さらにそこで死ぬので取り出しやすくなるとか。ただ、これは現地の民間療法でもあるので、適切な処置が必要であればまずは病院に行くことだな。ちなみに、この子はメキシコ南東部からアルゼンチン北部、チリ、ウルグアイまでの南北アメリカに自生しているハエだ。旅行した後になんか体が痒いとか、そういった症状が続いた場合は念のために病院にかかるのもいいかもしれないぜ。それは覚えておいた方が良さそうね。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、オマトコイタ・エロンガータを紹介するぜ。これ、何？これ、全体が寄生虫？うんにゃ。よく見てみてくれ。これはサメの写真であり、中心部分にサメの目があるだろう？そこを見てくれ。ああ、これサメか。うわ。わかった。でっかい目に思いっきりなんか変なのが取り付いてる。そう、このサメの目に寄生しているのがオマトコイタ・エロンガータなんだぜ。目に寄生するとか凶悪すぎるでしょ。この子はややピンクがかった白色の体色を持った寄生生物であり、いわゆる飼い足の一種なんだ。
貝足類は地球上で最も種類の多い多細胞生物とも言われているが、ほとんどが 0.3 から 0.5mm ほどの小さな生物だ。だが、この子は違う。この子の体長は約 3cm ほどになると言われ、貝足類の中では巨大な種とされているぜ。この子は主にオンデンザメやニシオンデンザメの目に寄生して取り付き、そこから養分を吸って成長していくんだ。サメに寄生ってだけで怖いのに、その目に寄生するってヤバすぎるわね。冗談じゃなくて目に寄生ってヤバくない？傷ついたりするんじゃないの？傷つくどころか、この子に寄生されたオンデンザメたちは角膜を徐々に損傷していって、いずれ視力を奪われることがわかっているぜ。やっぱり、悲惨すぎる。なんでわざわざ宿主の視力を奪うようなことするのよ。普通、宿主って生かさず殺さずにするものじゃないの？そう、普通は宿主の命を奪うような真似はしない。殺してしまったら自分も道連れに死ぬことになるからな。なので、どうしてこの子がわざわざオンデンザメの目に寄生して視力を奪うような傷まで負わせるのかは分かっていないんだ。一説では、オンデンザメの皮膚はいわゆるサメ肌でザラザラとしているから付着できなかったため、やむを得ずに目に寄生してそれが定着してしまったとか。あるいは目に付着すれば、自然とサメは目を守るので海底や岩にぶつけられることもなく安全だから、とかそういった理由が考えられているようだぜ。おお、後者に関しては納得できるわね。確かにちょっと刹那的かもしれないけど、少なくとも目に取り付けば自然と安全にはなるかも。また、一応こんな話もあるぜ。オンデンザメやニシオンデンザメはこの子に寄生されて視力を奪われても、生活に支障がないという話なんだ。どうして？オンデンザメたちは嗅覚が非常に発達していて、数キロ先の獲物の匂いも捉えることができるらしいんだ。オンデンザメたちは世界で最も泳ぎが遅い魚としても知られていて、獰猛な他のサメとは異なり、狩りはその嗅覚を使って行う。獲物の匂いで細かな位置を探り、ゆっくりと近づいて大きな口で丸ごと獲物を口に捉えて食事をするんだ。つまり、食に関しては視力を使わなくても支障がないようなんだぜ。そりゃすごいわね。だとしたら、視力がなくなっても生きていくことはできそう。おまとこいたエロンガータの話に戻るが、一応、この子が寄生することはサメたちにとっても利点があるとも言われているぜ。実は貝足類は生物発光をすることで知られていて、もしかしたらこの子が宿主の獲物を引き寄せるのに役立っている可能性が指摘されているんだ。おお、それはまさに共生ね。お互い、デメリットが小さくてメリットを享受できるなら一緒にいられそう。寄生虫とはいえ、共生関係となっていることは多い。この子たちの関係性もそういったものなのかもしれないな。ただ、今の話は仮説であり証明も検証もされていないものだぜ。真偽について明らかになるように、これからの研究に期待しようか。では、次が最後だな。最後はこの子、巨大な寄生虫と言ったら外すことができない、サナダムシを紹介するぜ。いややっぱり来たわねサナダムシ。そうよね、巨大な寄生虫って言ったらこいつよね。巨大っつーか長すぎっつーかとにかくでかいやつ。今までの寄生虫の被害者の例でもよく出ていたので話していると思うが、ざっくりサナダムシについて説明するぜ。サナダムシとはテニアカや列島上中科の変形動物の総称で、主に人体の消化管に寄生する生物だ。名前の由来はサナダヒモに似ていることによるぜ。サナダヒモ？何それ？サナダヒモは歴史の深い、細長く平らな織物だ。紐状に平織りしたものと、筒状に袋織りされたものがあり、幅は6から 30mm 程度で世界一細い織物とも言われているんだ。非常に伸びにくく丈夫なことから、虹を縛ったり重いものを吊るしたりと、古くから色々なものに流用されてきた織物なんだぜ。へえ、これがサナダヒモ。確かにこのサナダヒモにサナダムシは似てるわね。この段々としているフォルムがまさにそうだわ。サナダムシの見た目はまさにサナダヒモといったところ。他の体の特徴は何といっても消化管や口を完全にかき、栄養分は体表から吸収するといった機能を有するところだ。また、実は宿主に固着するための吸盤などを外部に備えていたり、雌雄同体で体内は雌雄の生殖器官のみが発達していたりと、気づかれにくい特徴も体に持っていたりするぜ。体表から栄養吸収するとか何よその化け物チックな能力は。ちなみに人を最終宿主とする者には、有孔常虫、無孔常虫、後節劣等常虫などがいるぜ。成虫の多くは脊椎動物の消化管に寄生する。多くは中間宿主を持ち、複数の宿主を乗り換えながら成長するんだ。幼生が中間宿主体内で出芽などによって無性生殖する種もいるぜ。以前紹介されたサナダムシの多くは体内で勝手に増殖してわんさか体の中にいたりしたわよね。今の話だと消化管に寄生するって話だけど、確か脳に寄生している奴がいたりしなかった？それはかなり特殊なケースであり、通常のプロセスではそこに行き着かないぜ。サナダムシは、特に人に寄生するものは、あまりにも巨大なため、健康に大きな影響があると言われることが多かった。
だが、先ほどレイムが言っていた通り、宿主を殺すような真似はなるべく避けるべきだし、そのように進化してきているはずなんだ。それゆえにサナダムシはある程度そう振る舞えるように進化していて、人間の命を脅かすことはなるべく少ないようになっていると考えられているぜ。なるべく、ねえ。で、話を戻すと、危険なのは人を収縮種としない種のサナダムシが体内に入ってしまった場合なんだ。腸内で成熟できない場合、陽性のままで体内を移動して本来寄生すべきでない部位に定着し、様々な弊害を出す場合があるぜ。そういうことか。じゃあ、今まで脳からサナダムシが出てきた、みたいな話の時のサナダムシは、本来人間を収縮種としない奴らだったのね。全部が全部そうというわけではないが、大体はそうだと考えられるぜ。なので、危険なのはそういったイレギュラーケース。正しく消化管に寄生する子はそれほど危険もなく、ずっと気づかれない場合も多い。ということで、最後に、せっかくなのでとっておきのサナダムシが採取された時の話をするぜ。2021年の3月、タイにて素晴らしいサナダムシが採取されたという。その子は過去50年間で最長という長さを誇る体を持っていたようだ。患者となる67歳の男性から取り出されたサナダムシは、なんと18メートルにも及ぶ長さだったというぜ。ひえー。その白い紐っぽいのがまさかサナダムシ？何往復もさせてようやく体の端から端がわかるくらいの長さだ。見事なものだろう？記念撮影でもみんないい笑顔だぜ。何は露天然？ちなみにビーカーに入れるとこうだぜ。いや見せんな。そんなもの見せないで。以上で終わりだな。今日はもう疲れたわ。帰っていいかしら？締めの感想を言えないくらいに胸が詰まってしまったか。素晴らしい子たちばかりだ。無理もないぜ。突っ込む気力も残ってないっちゅうねん。以上、ご視聴ありがとうございました。今回はここまで。お気に召しましたらチャンネル登録、評価をお願いいたします。長時間のご視聴、ありがとうございました。